い、こんばんは、あいかです。今日はですね、2月のお気に入りアイテムを紹介していきたいと思います。2月ね、やっぱりあっという間でした。そして3月の頭がね、新作ラッシュだったので、2月ってなんか出たっけっていう風にもう忘れちゃっている人もいるかもしれません。個人的にはですね、2月コスメもたくさん買ったんですけど、スキンケアのね、テストもいっぱいしていました。なので、今回はスキンケアアイテムも多めになっています。それでは早速見ていきましょう。まず1つ目。最近ね、私、ハマっているスキンケアの成分というか、カテゴリーというか、そういうのがいくつかあるんですけど、その中の一つ、炭酸系のアイテムです。これ入れるの結構久しぶりなんですよね。というのも、炭酸系のアイテムって肌にのせた時にちょっとパチパチしたりとか、顔がね、使った後、ちょっと赤くなったりとかっていうのがあって、もちろんそれは荒れているわけじゃなくって、血行が促進されているんですけど、去年はね、ほんとアトピーとかの肌荒れがひどかったので、そういうものを使った時に、肌に合わなくて赤くなってるのか、もう炭酸の効果で赤くなってるのかわかんないっていうところがあったので、とにかくちょっとでも刺激と見分けがつかないものは使わないようにしていたんですよね。でも去年の冬ぐらいからかな、肌のコンディションがいい状態保てているので、久しぶりに投入してみました。それがね、こちらです。使ったことない人でも見たことはあるっていう方多いと思います。ドクターメディオンのスパオキシデュアルジェルです。これね、すっごいいいのが、炭酸のアイテムって色々あると思うんですけど、結構多いのが小分けになってて、ちっちゃいカップついてて、1剤と2剤を入れて、スパチュラで混ぜて、ちょっとパチパチというかもわもわってなってきたものを肌にのせるっていうタイプだと思うんですよ。でも、これはね、ズボラな私にも嬉しい、スプレータイプなんです。口のとこが2つに分かれてて、プッシュすると1剤と2剤が両方出てきてくれるんですよ。ちょっとやってみますね。いきます。こんな感じ。そうすると、透明のとこと黄色いとこがありますよね。これを混ぜます。よく混ぜる。そうすると、ほら、だんだん白っぽい泡みたいになったの分かりますか？これをお肌に塗って、10分くらいかな。置いといて洗い流すっていうアイテムです。今までもいろいろね、混ぜるタイプとか炭酸系のアイテム使ってきたんですけど、その中では刺激を私は感じない方でした。ピリピリするやつは結構ピリピリしたりとか、多分血の巡りが良くなるからか、顔がガーって痒くなったりとかする場合もあったんですけど、そういうのもないですし、本当に、なんか久しぶりに炭酸のピリピリ感来たなって思ったのは最初の1回くらいでした。もうその後は普通にジェルっぽい、厚みのあるパックをしているっていう感じで10分間過ごすことができて、洗い流した後もね、顔が赤くなったりっていうことは感じなかったです。肌にのせるとしっかり密着してくれて垂れてこないので、顔はもちろんなんですけど、首とかデコルテとかそういった部分にも使いやすいと思います。この容器に書かれているのは、あと肘とかですね、膝とかの角質ケアにもっていう風に書かれています。これどのタイミングで使っているかというと、私はお風呂で使っています。お風呂に入る前にシューのクレンジングオイルでメイクオフして、でお風呂にこれを持ち込んで湯船に浸かっている間に使うようにしています。でこんな感じでしばらく置いたら、通常は洗い流すんですけど、ちょっとウェットティッシュで拭って、ちょっと放置時間が短かったからあんまりわかんないかもですけど、結構くすみ抜けをしてくれます。私は肌をこすりたくないので、マッサージもしないですし、ピーリング系とか、あとスクラブとかも荒れるといけないから使わないので、巡りを良くしたりとか、くすみを取ったりとか、こわばった肌を柔らかくするみたいなことが普段のスキンケアではできないので、そういった意味でね、これを入れてみました。もうパックなので塗ったらね、手を動かすこともないから、あんまり肌にね、ゴシゴシ力をね、与えたくないっていう私にもぴったりなアイテムです。これはね、Amazon で買いました。税込み3740円なので、炭酸パックってピンキリだと思うんですけど、結構挑戦しやすいタイプかなと思います。そして次はですね、この前タイアップでね、動画撮らせていただいたアイオペのアイテムです。動画の中でね、2アイテム紹介していて、どっちもね、リピートして使っているところなんですけど、どっちか一つ選ぶとしたら、やっぱり私でも使えたレチノールっていうのがね、自分でも衝撃的だったので、こちらを選びました。アイオペのレチノールスーパーバウンスセラムです。いやもうほんとこれに関しては一言、レチノールを諦めなくていいんだっていう風にね、思わせてくれました。これの魅力については本当にタイアップ動画の中で自分の言葉でね、説明してきたと思うんですが、もう一回紹介しておくと、まずね、使用感が全然レチノールっぽくない。本当に保湿の美容液みたいな感じで使うことができます。で、これもう使い出して2ヶ月半、もうちょっとで3ヶ月とかになるのかな。だけど、全然刺激なく使うことができています。そしてね、朝晩使うことができる
るので、どのタイミングで入れたらいいんだっけって迷ったりとか、これ朝使わない方がいいのに使っちゃったみたいなミスがないです。そしてレチノールってやっぱり A 反応とか効果がある分、肌トラブルというか副作用というか、そういう反応が出ちゃうことでも有名かなと思うんですけど、これ自体にお肌を鎮静させてくれる成分も入っています。なのでもう本当にね、使いやすいんですよ。見た目はちょっと黄色っぽくって、そこだけがレチノール感あるかな。伸ばした時とか肌になじませた時の感じは全然癖がない保湿力の高いセラムって感じ。これはね、本当に使用感がマイルドなので、その分しっかりね、継続して使うことが大切かなと思いますので、まだまだね、引き続きお世話になっていきます。そしてスキンケア3つ目。これもね、良かった。ちょっとライブで軽く紹介したんですが、ソルファスのジャウムセンセラムです。今回ね、アイオペのアイテムに出会うことができたので、他のアモーレパシフィックの商品でいいものないかなと思って見ていた時に、私でも見たことあるくらい有名なセラムなので、知ってる方多いと思うんですけど、これが目についてちょっと使ってみようと思って試しに使ったら、これがすっごい良かったです。何が良かったかって言われると、そんなになんか使った翌日こうなってましたみたいな劇的な変化っていうのはないんだけど、なんか使った後も肌がね、ムチッと詰まったような感じになってくれるし、全体的な使用感としてはエイジングケアなのかなっていう感じなんですけど、これまた肌に優しいというか、コンディション問わず使うことができて、これもちょっと使い切ってリピートで注文しているところなんですが、最終的にはお守り的なね、ポジションになっていました。で、これ面白いのが、買った時はね、ここがこんな感じでオレンジ色のラインが出ているんですよ。で、ここをカチッてすると、最初透明のアンプルだったとこに、ファーってね、オレンジのアンプルが出てきて、で、混ぜて使うんですよね。なので、一回これを混ぜたら、1本を3週間ぐらいで使い切ってねっていう風に商品ページとかにも書かれているんですけど、朝晩本当にコツコツ使うことができて、ちゃんと決まったね、期間内に使い切ることができました。で、これね、最大の面白ポイントは香り。正直苦手っていう人もいるかもしれないんだけど、多分、高麗人参とかなんかそういういい漢方的なものの匂いだと思うんですけど、もうごぼうなんですよ。土のついたまんまのごぼう。もう最初この香りにびっくりして、でもね、なんだろうな、病みつきになるんですよね。もうだんだんこれ嗅がなきゃ落ち着かないみたいな感じで朝晩使うようになっていったんですが、ちょっと空っぽなので実際に出してお見せすることできないんですけど、スポイトで取るとちょっとトロンとしたような、スーッと馴染むというよりは伸ばした時に指が滑るような感覚になるって言ったらいいのかな。そういうテクスチャーの美容液でした。なので、他の美容液とかを使った後に私は使っていたんですが、これに関しては9点とかで見ても、目代わりとかで買っても多分1万円超えると思うので、よく知られている韓国のスキンケアに比べると割とお高い部類になると思います。その分ね、国内のデパコスのスキンケアとか使い慣れている私とね、同じくらいの世代の方でも使うとちょっと手応えを感じてもらえるアイテムなんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次はですね、これはやっぱ欠かせないですよね。何回紹介するのっていう感じなんですが、ようやくね、3月1日に全国発売になりました。ポーラ BA のライトセレクター N です。これはね、相変わらず毎朝使っています。12月にポーラの新製品発表会でいただいたので、もうかなり長く使っているんですが、本当にね、使用感良くって全然飽きることなく使っています。で、これはね、日焼け止め兼日中用クリームなので、朝のスキンケアの最後に使っています。で、私はね、朝スキンケアする時間が早くって、こういう撮影の直前にメイクをするんですけど、このスキンケアとメイクの間に結構時間が空くことが多いんですよね。でもそういう時でもやっぱね、紫外線は気になりますし、掃除とかしたらやっぱりホコリだったりとか、今の時期だったらゴミ捨てに行った時に花粉がとか、いろいろそういう外的なね、要因で気になるものも多いので、そういったものからもブロックしてくれるこれを塗っておくっていうのはね、非常に欠かせないステップになっています。もうこれはね、本当に視聴者さんの中にも愛用されている方多いと思います。柔らかい日中用のクリームっていう感じで、下地の効果はないんですが、テクスチャーとしては日焼け止め感本当になくって、スキンケアのクリームとして使うことができます。白くならないですし、もうきしみだったりとか突っ張り感っていうのももちろんなくって、日焼け止め特有の使った後ちょっとお肌が重くなるというか突っ張るというか、そういう感じがね、ないんですよね。で、香りもね、結構スッキリ系でいい香りですし、ちゃんと日中のクリームを使った後みたいな保湿感も感じることができています。もうこれはね、多分使い切るまでガンガン毎朝使うと思います。はい、じゃあ次はですね、リップいきましょう。リップの新作多かったですよね。その中でトリートメント的に使っているのがこちらです。
ハッチのモイストリップエッセンス B キス003番です。色付きが2色とこの透明のタイプ3種類が発売になりました。これね、いいのが甘いのよ。ちょっと口とかに入っちゃった時に、あんまり今積極的に舐めたらダメだと思うけど、本当にね、マヌカハニーの味がするんですよ。蜂蜜を塗ってるような感じ。でも、テクスチャーはちゃんとリップエッセンスだから、とろけるように、こう滑らかにトゥルーンと塗ることができるんですが、もう今もね、いい香りがしていて、嗅ぐとなんか唾液が分泌される。で、003番はカラーレスなので、年齢、性別、それから使うシーン問わず活用してもらえるかなと思うんですが、私はこれいつ使っているかというと、夜寝る前ですね。結構日中用のね、リップトリートメントはタカミだったりとか、メイクアップフォーエバーだったりとか、あとゲランだったりとか、とにかく色々とね、細かく自分の中で使い分けをしているんですけど、これはもうリップをこうしっかりと覆って保護してくれている感があるので、夜のスペシャルケアとして使うようにしています。ギフトとかにもすごくいいと思います。そう、ちょっと余談なんだけどね、私これ買った時にミーコでポチったんですよ。もうちゃんとね、発売されてるタイミングでポチったんだけど、ミーコって割と朝10時までにオーダーしたら即日発送みたいなのを歌ってたと思うんですけど、届くのにまあまあ日数がかかったので、私それちょっと忘れてしまってて、で今回ハッチがねまた3月1日に日焼け止めのミストを出したんですよね。だから発売になったなと思ってまたミーコでポチったので、全然届かないの。今日撮影してる今日時点ですけど、出荷準備中みたいな状態になってて、ミーコ自体の発送が時間がかかるようになったのか、なんかハッチの製品だけ送るのが遅いのかよくわかんないんですけど、今これを紹介していて、そういえばこれの時も届くの遅かったなっていうのを思い出しました。何なんでしょうね。はい、ちょっと話がそれてしまったんですが、リップアイテムこれもめちゃめちゃ可愛かった。こちら、これはねデスクに置いてガンガン使っているんですが、キスキス B グローオイルの458番と809番です。主に撮影の前ですね、こうすっぴんで撮影するよとか、そういうタイミングで塗っておくことが多いです。そういった時はこっち使う方が多いかな。こっちの方がもうちょっと色味が落ち着いた感じなので、すっぴんで血色感をよく見せたい時はピンクを使うようにしています。これはねカラーバリすごい豊富なんですけど、やっぱりこの見た目の色が濃いから、これが発色ちゃんとしてくれるので1本でも楽しめるかなと思います。今口紅ね塗ってるんですけど、上から重ねてみようかな。もちろん重ね付けとしても使えますし、これもトリートメント効果高いので日中のトリートメントとしても使ってますね。ほんのり色がプラスされたの分かるかな。このプラムっぽいカラーの方はより大人っぽい色で、ちょっとリップの色味を落ち着かせたい時にも活躍してくれます。こういう形状のリップオイルって他のブランドにもあると思うんですけど、私はねゲランがダントツ好きでした。なんかねテクスチャーもすごくサラサラすぎずベトベトすぎずというか、ちゃんと唇の上でピタッととどまってくれますし、発色具合もいいし、そのトリートメント効果かな、唇をしっとりさせてくれてるなっていう感じも強かったんですよね。なのでこれは買って以来ずーっとデスクに置いています。はい、じゃあどんだけリップ紹介するのっていう感じだけど、ここまではねちょっとトリートメント的な部類だったので、次口紅はやっぱこれですね。スックの新しいリップモイスチャーグレイズリップスティックです。一つだけね難があるとすれば、これケースとレフィルが別売りなんですよ。なのでケースの裏に名前と色番がないので、品名をね覚えるのが苦手な私はいつまで経っても名前が覚えられないのと、色がねどっちがどっちだったっけっていう風に分かんなくなるので、そこだけですね。また油性マジックで描こうかな。でこれね一回刺すと結構抜けないんですよね。結構っていうか私一回も抜けた試しがなくって、例えばもうケースかさばるからレフィルだけ何本も買って持ち歩く時にケースね付け替えようって思ってる人はちょっと力がいるかもしれない、個体差あるかもしれないんだけど、でも色とか質感はね本当にこれ可愛かったですね。今日もこのゲランのねリップオイル塗る前はこれ単体で使っていたんですが、以前展開のあったモイスチャーリッチリップスティックと同じくらい本当にツヤツヤで発色しっかりしてくれますし、一本でグロスいらずな感じで、唇がねとにかく疲れないんですよ。本当に撮影続きで1日塗っていても翌日唇がねちょっとゴワッとした感じがするとかっていうこともないですし、ちょっと取れやすいので何回か塗り直す必要はあるんですけど、塗り直しを何回してもダメージを受けないっていうところも良かったですね。あとね色味がねやっぱ絶妙。やっぱスックのねリップのいいところってくすみ感がほんのりあるんですよね。なので例えばこのピンクちょっとブリブリして難しそう
そうだなって思うものも実際に塗ってみると意外と大人っぽいピンクに発色してくれたりとか、自分の唇の色とも合わさってくれるし、そのリップ自体の色味も割と大人っぽい色出しのものが多いので、そういった意味では新しい色味に挑戦したい時はスックのリップのカラーから選んでみると使いやすいかもしれません。私が購入したのは06番と07番です。どっちも同じくらい使ってますね。じゃあ次アイシャドウいきましょう。ベースアイテムもね本当にいっぱい使ったんだけど、なんかテストする月っていう感じだった気がして、あんまりどれもねまだ使い込みができてないんですよね。なので2月特にこれめちゃめちゃ使ったなっていうベースアイテムは特にないので、今回はベースアイテムなしでアイシャドウいきたいと思います。アイシャドウをすごく活用したのはこちらです。おなじみのディオールバックステージのアイパレットリニューアルした002番です。001のねヌードカラーもすごい良かったんですけど、この002のスモーキーも実際に使ってみたら想像してたより全然使いやすくって、今日特に何か使いたいなっていうアイシャドウがないなっていう日だったりとか、他のアイシャドウを使ってちょっとこれだと締め色足りないなっていう時にこれから借りたりとか、割とね出番が多かったアイテムです。旧品とね違うところは、ここに今までだと練りタイプのねアイシャドウベースが入っていたんですが、それがね入っていません。でもなかったらなかったで全然大丈夫、なしでも使えるし、アイシャドウベースってね別で持っていたりするので、私は9色ともアイカラーになってくれてよかったなっていうふうに思います。でこれはこのパレットのねレビュー動画でも言ったんですけど、やっぱ難易度高そうに感じるのってここなんですよね。なのでここ抜きで考えると割とモーブベージュ系の使いやすい色味になっていますし、ここもがっつり使うっていうよりはライン上に入れたりとか本当に締め色的にちょこっと使うぐらいなので、そう思うとパッと見で思っていたほど難しくないっていう風に感じられる方が多いんじゃないかなと思います。001も可愛いんだけどね、意外とスモーキー使えたっていうことで今回は002を選びました。はい、それでは最後香水ですね。香水はね、私気分はもう完全に春なの。今回の冬ってなかなか寒くならなかったと思うんですよね。なのであんまり気温が下がってない時期に冬らしい温かみがあるような香りをもう満喫しておいて、その後ねガコンって寒くなった時とかはもう完全に気分が春に移行していたので、お花系の香りとかね、ちょっと春らしい多幸感のある香りを使うことが増えていました。で2月ね、これは新しく買った香りなんですけど、すごく気に入って使ったのがこちら。ミニボトルのセットに入っていたものなので単品売りされているものと形状が違うんですが、今ね絶賛ハマっているビュリーの香水ですね。ローズドダマスです。これはねちょっとビュリーの香水の動画と上がるのが前後しちゃうかもしれないんですが、本当にすんごいいい香りで、全体的にビュリーの世界観らしいクラシカルさのある香りが多いんですが、これはね本当にクラシカルなザ・パリっていうイメージのバラの香りって言ったらこうですよねっていうような、ちょっとパウダリーな葉っぱとか茎の香りを含まないお花の部分だけのバラの香りです。これがね本当にいい香りなのよ。でしかもビュリーの香水は水性香水なのでエタノールを使ってないんですよね。なので体だけじゃなくて髪とかにも使えるっていうメリットもあるんですが、めっちゃ幸せ感じる。私の脳内でこの辺りだけ春って感じ。もう春のめちゃめちゃ天気がいいバラ園、今日実際には天気悪いんですけど、もう脳内でトリップできる、髪とかにも使えるっていうものなんですけど、私がありがたかったのは体調があんまし良くない時とか疲れてる時って香水吹きかけただけでもそこがパッて私赤くなるんですよ。それでも香水好きだから気にせず使ってはいるんですけど、あんまりやりすぎるといつも吹きかけるこの辺りがちょっとかぶれてきたりするんですが、そういった時でもエタノール入ってないから使いやすいっていう意味でもビュリーの香水っていいなっていう風に思いました。香水の中でももしかしたら人によってはちょっと古臭く感じるようなオーセンティックな香りとか、お母さんとかおばあちゃんのドレッサーの香りみたいなのが好きな方はぜひぜひねビュリーの香水チェックしてもらえたらと思います。特にこのダマスクローズの香りすんごくいい香りなのでおすすめです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はね2月のお気に入りアイテムをご紹介しました。皆さんはね2月どんなアイテム気に入っていっぱい使いましたか。ぜひねコメント欄で教えてもらえたらと思います。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価、それからデパコスマニア愛花チャンネル登録10万人目指しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録もお願いします。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。